日本史には空白の4世紀という言葉があるね。春菜。卑弥呼や豊が中国へ使者を送った後、しばらく倭国の記録が消えてしまうんだよね。そうだ。150年近くにわたり記録が途絶えているな。どうしてその間、空白になってしまったの？今日はそこを解説する。まず空白の4世紀とは何か。一般的には266年から413年頃までを指す。卑弥呼は247年頃に亡くなったと考えられている。その後、邪馬台国連合は混乱し、断王が立ったが諸国は従わなかった。そこで再び女王が擁立された。それが豊だ。卑弥呼の後継者だね。そうだ。266年、豊は西晋へ使者を送った。この後倭国の記録は途絶えてしまう。その次が413年なんだね。その通り。413年になると突然、倭王さんが東晋へ使者を派遣する。つまり約150年間、中国の記録から倭国が消えるのだ。なるほど。だから空白の4世紀なんだね。まず考えたいのは、倭と中国の間に外交施設の往来がそもそもなかったのか、外交はあったけれど記録が残っていないだけなのか、どっちなのかという問題だ。それは大きな違いだね。もちろん何が本当かは誰にもわからない。あくまで推測ベースの話だがな。ここで、倭と中国、両方の側にとって相手と外交施設の往来をするメリットを整理しよう。4世紀の倭と中国の両方に外交施設の往来をするメリットがほとんどなければ、じゃあ本当に往来はなかったんだろうという可能性が高くなる。少なくとも一方にある程度のメリットがあるのであれば、外交はあったけれど記録が残っていない方の可能性が高くなる。まあ、そうだな。まず倭にとって考えられるメリットがこちらだ。まずは中国の先進技術の獲得。これが最大のメリットだろう。4世紀の倭は大和王権が国家を形成した時代だ。有力豪族との争いを勝ち抜くためには、中国の進んだ技術を獲得することが極めて重要だったに違いない。そりゃ、戦うにも鋭い武器と丈夫な鎧が揃っている方が圧倒的に有利だからな。次に高句麗への対抗。倭にとって朝鮮半島南部は鉄の供給源であり、北部に位置する高句麗の南下は困る事態だ。そこで背後から高句麗を中国に牽制してもらうことが望ましい。ふむふむ。次に王権の権威づけだ。5世紀には王部が安東大将軍の称号を中国に求めたように称号をもらうことができれば、私は中国皇帝に認められた王だという政治的宣伝になる。大和王権形成期ならなおさら価値が高いだろうね。さらに貿易の利益。外交と貿易はセットだ。中国の物産を獲得できれば、それを使って豪族の支持を集めることができる。こうやって見ると、4世紀の倭にとって中国と外交するメリットはかなり大きそうだね。中国側はどうなの？実は中国側のメリットはそれほど多くはないんだ。まあ、向こうが持ってくるものは正直大したものではないのに、見返りにいろいろいいものを与えるわけだから、純粋に経済的にはマイナスだろうな。ただ、中国でも労働力不足に悩む政権は多かった。張公国が奴隷を献上してくるのはそれなりにメリットのある話だっただろう。それに、朝貢の使者が来るのはここに書いてあるように皇帝にとっては大変メンツの立つイベントだった。だから特に遠方から珍しい朝貢の来訪があれば、それは生死の末尾の異民族の伝記だけでなく、筆頭にある皇帝の本義にも記載されることになる。皇帝の徳が高く国家が栄えているから周辺の異民族も朝貢してくると考えられていたんだね。ただ、後で詳しく触れるけど4世紀の中国は5個16国の未曾有の大混乱の時代だった。国外に目を向ける余裕は乏しかったとも言える。以上を総合して考えると、中国側はともかく、少なくとも倭の側には外交施設の往来をするメリットが十分にあった。よって規模はともあれ、何らかの外交関係が存在した可能性が高いと考えたい。じゃあ、どうして外交記録が残っていないの？その鍵は、さっきも触れた中国の大混乱にある。280年に秦の芝燕が呉を滅ぼして中国を統一した。三国しのぎ、蜀、呉を統一した王朝だよね。そうだ。ところが芝燕が亡くなると、皇族同士の争いが発生した。有名な八王の乱だ。名前だけは聞いたことある。皇族たちの戦争で中国全土が大混乱になったんだが、それに乗じて匈奴、鮮卑、勝、鄭、京といった異民族勢力が次々に華北へ進出した。そして311年には悪用が陥落し、黄河文明の中心地だった華北は民族国家が割拠する世界になった。中国終わったじゃん。少なくとも北中国は大変なことになった。秦は長江以南へ逃れて東進として何とか生き残ったが、華北には異民族国家が乱立した。これが5個16国時代だ。つまり中国は南北に分裂したわけだね。そういうこと。そしてここで一つ問題がある。4世紀の中国史を知るための聖史は何か。それは秦書なんだ。秦の歴史書だね。そう。でも秦書はあくまで秦王朝の歴史なんだ。南の東進については詳しい。でも
北方の異民族国家については厚尾に再起としてまとめられているだけなんだ。ということは、4世紀の中国北半分にはまともな正史がないってこと。ほぼその通り。例えば五漢には五漢書がある。魏には三国志がある。だから倭の名国や邪馬台国の記事が残った。でも4世紀の華北を支配した異民族国家にはそのレベルの資料が残っていない。高句麗や正規諸国等との交流についての記載はあるが断片的なものだ。だから倭との交流があったとしても記録ごと消えている可能性があるんだ。そうか、倭はずっと朝鮮半島経由で華北と交流していたからな。でもさ、そもそも倭は誰と交流していたんだろう。そこが一番面白いところだ。地図を見てみよう。倭から中国へ向かうには朝鮮半島を経由する必要がある。卑弥呼の時代もそうだったよね。そうだ。ところが313年頃になると落老軍と大宝軍が高句麗によって滅ぼされる。あと中国をつないでいた窓口だよね。その通り。つまり今までのルートは消滅した。じゃあその後はどうなったのか。4世紀の朝鮮半島北部は高句麗の支配下に入る。さらにその奥、両東半島を支配していたのが鮮卑族の母養部だった。そして彼らは燕という国を建てる。燕って強かったの？めちゃくちゃ強い。4世紀中頃に限れば東アジア最強クラスの国家だ。母養鮮卑は337年に前燕を建国した。母養公や母養春といった名君が勢力を急拡大する。北京周辺から両東半島、さらに河北平原の大半まで支配した。思ったよりでかいな。しかも高句麗に対しても公正だった。342年には高句麗の首都安都城を陥落させている。高句麗の首都を落とされたの？そう、王妃や王母まで捕虜になった。高句麗史上でもトップクラスの大敗北だ。4世紀中頃の北東アジア最強国家は高句麗じゃなくて殷だったんだ。そう考えると、もし4世紀の倭が中国へ使者を送ったなら、航路を考えても相手は燕だった可能性が高いね。俺もそう思う。もちろん証拠はない。でも地政学的にはかなり自然な。でも鮮卑族って騎馬民族でしょ。漢字を使って外交なんてしないんじゃないの？母養公、母養春といった燕の君主は皆聡明で、しかも学問を好み、書に親しんだ。その上優秀な漢民族の文人官僚を配下に多数抱えていた。騎馬民族だから外交をしないということはまずなかっただろう。さらに我が高句麗を警戒していたなら話はもっと分かりやすい。燕は高句麗と戦っていた。倭も高句麗の南下を警戒していた可能性が高い。以外は一致する。だから倭と燕の間に外交的な往来があったとしても全然不思議じゃない。なお、両東半島の向かい、山東半島側を支配していたのは趙だった。4世紀前半は趙が中原を支配しており、燕よりも強かったから趙に使者を送っていた可能性もないとは言えない。ちなみに燕は4世紀半ばに中原に進出し、一時は河北の最強国家に上り詰めたものの、西暦370年に帝族が建国した秦の府県に滅ぼされてしまう。この府県は4世紀の中国を代表する英雄で、天下統一も目前と思われていた。おう、中国全土の7割ぐらいは支配しているね。この時期には都心の外交関係があったと考えても全くおかしくはない。府県も異民族出身とはいえ極めて聡明な君主で、新しい中華秩序を自らが構築する気満々だったからな。しかし府県は翡翠の戦いで東晋にまさかの大敗北を喫し、秦は瞬く間に瓦解。あれれ。府県に仕えていた燕の皇族母養水は独立して燕を復興する。最初にあった燕を前燕、復興した燕を後燕という。そして再び河北最大の勢力に発展するが、母養水の死後4世紀末に卓抜鮮卑の北里に敗れて中原を失ってしまう。目まぐるしいね。その一族が山東半島で即位し、これが南燕として12年間継続するんだけど、410年に東晋によって滅ぼされてしまう。そしては王粲が東晋へ遣使したのはこの3年後の413年なんだ。空白の4世紀はここで終わる。410年と413年、このタイミングは偶然なのか？だろ。これまでは南燕に使者を送っていて、その南燕を滅ぼした東晋に使者をこの時から送り始めたと考えられなくはない。この時に山東半島は東晋の半島に入るから、従来の航路で使者を送るのに支障はないんだよ。燕にも秦にも後の外交記録が残ってないのは、秦書に異民族の燕や秦の細かい記録が記載されてないからか。もう一つ重要な情報がある。実はこの413年に東晋に使者を送ったのは倭だけではない。高句麗も東晋に使者を送っている。そして高句麗が東晋に使者を送った記載は70年ぶりのことなんだ。336年と343年に記録があるが、その次の記録が413年なんだ。一方で河北を支配した趙、燕、秦と高句麗の使者の往来は確認できている。高句麗が70年ぶりに東晋に使者を送ったのは、南燕が東晋に滅ぼされたからだと考えると話の辻褄が合う。倭国も同様と考えてもおかしくはないわけだね。
もう一つ触れておくと、西暦400年前後に北東アジアでは力関係の大きな変化が生まれた。まず391年、高句麗では高街道が即位した。そして396年、母陽水が死去し、公園は急速に弱体化する。雇用戦費の圧力が弱くなったことは高街道にはチャンスだった。彼は百済を破り、両党へ進出し、朝鮮半島全体へ圧力をかけた。和にとっては大問題だね。その通り、和は百済や茅との関係によって鉄資源を確保していた。ところが高句麗が強大化すると、その生命線が脅かされる。だから余計に熱心に南朝に使者を派遣したという可能性もある。というのも、高句麗と対抗するためには中国皇帝から公式に称号を与えられることが重要だった。例えば安東将軍支持説などの称号だ。なるほどね。逆に言えば空白の4世紀には和が縁や秦からは王とか将軍の称号を認めてもらっていてもおかしくないかもね。そうだね。そんな記録がどこにも残っていないけど、もしかするとどこかで失われた外交文書が発見される日が来るかもしれない。では、この動画としての空白の4世紀に対する仮説を提示しておく。あくまで一つの仮説として聞いてね。空白の4世紀時代、和は主に両党や山東半島を支配する勢力に使者を派遣していた。可能性があるのは校長、前燕、前秦、後燕、南燕。開港記録が残されていないのは、これらの国が全て短期間で滅亡し、多くの記録が失われたため。4世紀末から5世紀初頭に高句麗が急速に強大化し、一方で南燕が東晋に滅ぼされたため、和は東晋に使者を派遣するようになり、和の号の記録が残るに至った。いつか何かの文書が発見されて、新たな事実が明らかになると面白いよね。空白の4世紀は、今もなお続く東アジア史最大級のミステリーだ。これからも新しい発見に注目していきたいな。ということで今回はここまで。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が良かったと思う方は、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。コメントもお待ちしています。ではまた次回。